なあ、やっぱ止めた方がよくね？そうね、さすがにやりすぎかも。ねねね、紅茶のカップって持ちづらいですわ。指がプルプル震えて。あっちゃちゃちゃっといけませんわ。ここでさ。やはり秘めたるもの、午後は優雅にお茶をたしなむべきですわね。やっぱおかしい。川上先輩、あんなだったか？紅茶もう20杯は飲んでるわよね。さすがに飲みすぎだし体に悪そう。逆に飯は食わなくなったよな。前は豪快に丼で大盛り食ってたのに。確か姫はエレガントで小食なものって言ってたわね。そう、それです。エレガントなんです。やっぱり秘めたるもの、エレガントさも必要ですわよね。うわー、グズグズしてたら川上先輩がいねえ。どこ行ったんだ？仕方ないわね。私たちも練習があるし、話を聞くのはまた今度にしましょう。お腹がタップタプですわ。いえ、このくらいでへこたれちゃダメですわね。これも秘めたるものの使命、エレガントのため。うっぷ、違いますわ。決してませんわ。ギリギリセーフですわよ。あら、トレナさん、ごきげんよう。いいお日和ですわね。無理って何のことですな。私、姫らしくエレガントにお散歩してただけですわよ。今はってどういう。まさか気づいていませんわよね。私がエレガント修行をしていることに。取り乱してすみませんでしたわ。まさか私の修行に気づく人がいると思わなくって。それはもちろん姫らしくエレガントに振る舞う修行ですわ。秘めたるもの、しとやかに優雅でいるべきでしょ。バレバレなんてびっくりですわ。そうです。私キングさんみたいになりたくて修行してるんです。私はずっとプリファイのたくましさに憧れてきました。でも学園に来てキングさんと出会って、姫には気品と優雅さこそが必要だって気づきましたわ。だから私もキングさんを真似て。例えばキングさんは階段を2段飛ばしで上がらないし、炭酸の一気飲みもしないし、丼でご飯も食べないし。それが実は全然なんです。なぜかちっともキングさんに近づけた気がしなくって。もうすぐ選抜レースもあるのに、こんなんで私本当のプリンセスになれるのかしら。キングさんはですか？でも私すでにめちゃくちゃ観察しましたわよ。トレーナーさんが言うならそれは構いませんけど。はあ、やっぱり素敵ですわ。ほらご覧になって、あの凛とした姿、優雅な動き。あんなにエレガントに走れるなんて、さすがキングさん。あれこそ理想のプリンセスの姿。まだまだ。すごい。転んだって泥だらけだって諦めない。なんて気高く美しいのかしら。
そんなの思うはずありませんわ。あそこまでやるのはキングさんに一流でいる覚悟があるからですもの。人からどう見えようと揺らがない理想をお持ちなんです。だからいつでもキングさんはあんなに輝いて。あ、そうでしたわ。キングさんの気高さは内側からにじみ出てるものだから近づけなかったんですのね。動きだけ真似っこしても私の中身が空っぽだったから。だって夢は自分で決めるもの、そして自力で勝ち取るものでしょ。本当にプリファイの真似っこじゃなくキングさんの真似っこでもない私の。そうですわね。選抜レースまでまだ少し時間がありますし。